日本のマスメディア、テレビや新聞は、政治権力の大物だった。殺された3人の被害者に、同情的だった。彼らは日本のために尽くした。と、3人の死を惜しんだ。そして、犯人が、なぜ3人を殺したのか。ということになると、逆恨みによるテロ行為だという。全国のマスメディア、テレビ、新聞が、皆、同じことを言う。これは、田原にとっては、興味深いことだった。個人的な恨みとテロは、全く違う行為だからだ。確かにジャーナリストの川上や、左遷された。総務省の役人が言う通り、日本のマスメディアは、既得権益の思惑通りに、動いている。庶民に対して、真実をごまかそうとしている。つまり日本の既得権益が、個人的な恨みとテロを、庶民に混同させたがっている。そしてこのテロリストは庶民の敵だ。というレッテルを、作り上げようとしている。しかし実際には、政治的な目的がなければ、テロとは言えない。政治権力の中の一部の人間に恨みを持ったからといって、それをテロというのは言い過ぎだ。そして、田原や吉岡の捜査でも、分かったように、被害者3人には、既得権益を守るために、庶民に犠牲を強いていた。というマイナス面がある。この話は、霞が関や永田町に行けば、今ならいくらでも聞ける話だ。しかしマスメディアは、全く取り上げようとしない。しかし、インターネットの SNS 上では、なぜ内閣関係者3人が狙われたのか。庶民の議論が繰り広げられていた。そして、その議論は、既得権益の搾取による庶民の貧困というところに
話がたどり着いた。そして、貧困層の怒りという。パンドラの箱は開いた。つまり、貧困層の怒りの矛先を、殺人鬼が示した形になる。自己責任という。言葉の圧力のため。既得権益に逆らうということに。気がつけなかった貧困層が、既得権益に逆らうということに。気がつき始めた。内閣関係者に対する。貧困層の怒り。内閣関係者に対する脅迫状。恐怖に怯えた内閣関係者の顔が SNS で拡散される。内閣関係者に水性ペンキの入った水風船や水の入った空き缶を投げつけるものが出てくる。拡声器で内閣関係者を脅す者が現れる。そして貧困層の殺人鬼に対する期待。吉岡が言った。なぜ突然、犯人が庶民の人気者になった。田原が言った。俺の友達が言ってた。民主国家と全体主義国家の間に摩擦が起こったとき、民主国家はまず何をする？答えは経済制裁という嫌がらせだ。そしてこの殺人鬼がやったことも少し過激だが、結局は日本の政治権力に対する嫌がらせだ。そして日本の政治権力の中の一部の人間、おそらく既得権益に関わっている連中は、その嫌がらせに怯えきっている。これは何の根拠もない。全くの俺の想像だが、政治権力に対する嫌がらせが、自分たちの立場を有利にする。庶民の一部は、そう感じているのかもしれない。その夜、田原の友人の牧師から、連絡があった。牧師は言った。そいつは人気者なのか？田原は答えた。残念ながら、そうだ。牧師は言った。気をつけろ。もしかしたら、そいつは、
悪魔に見入られてる。悪魔というのは、人の心を惑わすんだ。悪魔に見入られた一人の人間が、大勢の心を惑わしているのかも。再生リスト33に続きます。